自分で作った野菜とパンがあればこの上ない安心安全なベーカリーカフェができるじゃんっていうところがスタートだった。こんなややこしい高加水のパンばっかり焼いてますごゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。5年前までは普通のサラリーマンでした。パン屋さんで働いてたっていう経歴はないです。妻と結婚して家を建てた時に、庭があって、でその庭でいろんな野菜をね作る趣味に目覚めてしまって、それと同時にオーブンレンジを買いに行った時に、そのオーブンレンジに入ってたクッキングブックにパンが焼けますよっていうレシピが書いてあったんで、一回やってみようと思って、で焼いたそのバターロールが美味しかったんだけど、なんかすごい形が悪いバターロールだったんで、次こそはちょっと綺麗なバターロールを焼こうっていうところが入ったスイッチですね。
我流でこうネットとか本とかを読み漁ったりとか調べたりしてパンを焼くことをずっと繰り返してたんだけど、そこまでパンに夢中なんだったらちゃんとした人に習った方がいいよって言われて紹介してくれたのが村田シェフだったんですよ。私がちょうどそのフランス・パリから、修行してきてパン教室っていうのをやってたので、そこで門を叩いて、そこが村田シェフとの出会いの始まりでしたね。そうこうしててその畑をやってる最中に、将来自分で作った野菜とパンがあればこの上ない安心安全なベーカリーカフェができるじゃんっていうところが漠然なスタートだったところから来たような感じですね。パンに入れます。で移転前はやっぱり長谷谷っていう場所でねやっぱりやってたんで、そこをないがしろにっていうのはできないですよねやっぱり。それは長谷谷で生まれたものなんでね。もともと長谷谷のお店っていうのは自分一人でレジもやれば自分一人でパンも焼いて全部自分一人で回していこうと思ってて、で、人件費がかからなければなんとかやっていけるだろうっていう、甘い考え方を持ってて、いざ開業しようってなった時にはもう緊急事態宣言が出ててコロナの真っ最中だったんですね。それがその時も私シェフにも相談したんですよね。こんな緊急事態宣言の中で開業するのはどうかっていう、村田シェフはいいタイミングだと思うよって言われたんですよね。コロナの環境でやっておけばどんなことが起きてもまず対応できるだろうという、それでもうコロナ禍だったけど開業する決心をしてやったわけなんですけど、コロナ禍の開業だったにもかかわらずいろんな人の口コミでたくさんのお客様が来ていただいたりとか、イベント出店すれば本当に大行列ができるようなありがたいような状況が起きたものの一人では回せなくなっちゃったんですよね。もうちょっと便利なところに移転したいなって思ってたし、もともと僕はそのベーカリーカフェをやりたいっていうのがもともとの目標というかだったんで、やっぱりもう移転っていうのがどうしても現実的になってきた時にここの物件が調べてたら出てたんですよね。パン屋じゃなくてベーカリーカフェが自分の目指すべきところやなっていうところで
まあそこに向かったわけなんですけどね。これは高加水フォカッチョです。加水量 130%、粉が 100g に対し水が 130g 入ってて、水の方が多い。ゆるすぎてね、制限ができないんですけど。ドンピシャこんなややこしい高加水のパンばっかり焼いてます扱いにくいのにねまずはまあ国産小麦っていうところをまあ使ってるのにはやっぱり国内自給率を上げるっていうことで国産小麦を使ってるっていうことと、最大のやっぱこだわりやっぱ水ですね。しっかり安心安全な水が出るように塩素がねある程度含まれてるわけなんですよ、日本の水っていうのは。それは、雑菌が増えないようにするためのものなんですね。だから安心安全な水が出てるんですけど、パン生地にとってはパン酵母が入っています。これ菌なんですよ。で、塩素が菌を阻害してるんであれば、パン酵母のその成長の邪魔をしているって僕は思ってるわけなんですね。だから本当に医療用にも使われるような浄水器を使って、その水を全てのパンに使ってます。高加水パンがやっぱ多いんですよね。なのでもう国産小麦と安心安全な水、そして世界一美味しいオリーブオイルでパンを作れば、そら美味しいに決まってますよね。
これ正規の入れ方じゃなくてお客さんが買って帰るドリップバッグなんで、こんな風に持って帰って、うちのオリジナルコーヒーをこんな風にご家庭で飲んでいただけます。明日からめちゃめちゃ寒いらしいですね。みたいですね。この時間に飲むコーヒーって最高にうまいですね。そうですね。めっちゃうまい。
言うた方が優しい。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。カセタにお越しに一番最初に。みーちゃん、これ私。はい。ありがとうございます。間違えてるわ。なんで？お姉ちゃん。はい、クリームパンです。はい、あります。ここ。置きようとします。
週明けからだいぶ寒波が来る、今日ぐらいから来る言ってるんで、多分手分けしてやれば多分なんとかなると思います。はい、では今日も一日頑張りましょう。お願いしお願いしま。ます入ってます。買い出し行ってきます。買い出しに。はい。これじゃ3個こんなんでお願いしますね。ごゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。青食感も温めていいよ。失礼いたします。お待たせいたしました。これパンショコラ。オープンしますみたいなの書いてたからどんなんかなと思って。次じゃあ誘われてあ、それで前についてる。初めて来られたということでしたけど、美味しかったです。美味しかった。青さとチーズと青さの香りがして美味しかった。なんかおばあちゃん家の感じがすごいありました。あったかい感じ。落ち着く感じの雰囲気やなって思いました。コンセプトは和と仏の融合って言って、日本の和と仏はフランスですね。純和風のお屋敷の中でフランスを意識したパンの品揃えが楽しめるお店っていうところをコンセプトにします。だからうちは基本的には今まで菓子パンも作ってなければ惣菜パンも今はもう作ってないです。はい、それはなぜかっていうと、これはもう僕のおせっかいかもしれないですけど、やっぱりハードパンって咀嚼すれば咀嚼した分だけ満腹中枢が働くじゃないですか。だから顎の筋肉も鍛えられるし、小麦の味もしっかり噛みしめられるから、だから僕はハードパンにこだわってて、ハードパンを1個ゆっくり食べるのと菓子パンをね2個3個早く食べるのとでは
満腹中枢の働くタイミングってほぼ一緒なんですよね。その間に摂取しているカロリーっていうのはどっちかいうと菓子パンの方が多いですよね。でどっちが安心安全で健康的なパンかって言えば僕はハードパンだと思ってるので、なのでもうこっちに移転してからはいっそのこともそれは作らないでおこうっていうように思って、そういうふうに決めました。ごゆっくりどうぞ。ゆっくりどうぞ。ちょっとご利用ですか。嬉しい。ケツとかね。そうね。コーヒーね。パンショコラ。はい。で、こっちとこっち1個ずつ。はい。パンショコラがお一つ、はいクロワッサンフランボワーズがお一つ、はい以上5点です。どうもありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございますありがとうございました。ありがとうございます。アーモンドクリームサンド。ありがとうございます。お気をつけて。一番好きな食パンをいつも買いたくて行かしてもらってるんですよ。食パンだけでも何も塗らんでも美味しいし、焼かずにこのままスライスしてそのままで食べてるんです。それがもうめっちゃ好きで、学校の近くに私も店してて、その時にご挨拶来てくださって、で私もまだ来て1年ぐらいだったのでお話しさせてもらっていくうちにすごい素敵な人柄の方で、その時にクラウドファンディングも知って、少しながらでも応援できたらなと思って、そこから仲良くさせてもらっております。黄金の竹を使ったカゴとかを売ってるんですけど、そのカゴを使ってくださってインテリアとかお店に使っていただいてます。お互い支えになればいいなとは思います。その地域のコミュニティをこう担う場所であるっていうことがこの物件の決まり事なので、今のところそこがあまり機能しない部分もあるので、今後は大御町のお野菜とか果物とかそういったものを積極的に活用させていただきたいなと思ってるんですけど、まだその農家さんとの接点がねまだ短いというか浅いというかいうところなんで、これからがまあそこの課題かなと思いますし。はい、かしこまりました。仕事でここ通るので、そうなんですねはい、あ時々おすすめ、私はハード食パンがハード食パンですか。もう毎回ぐらい毎回そうあですそうなんね。朝食べるのにちょうど。
タチオフロマージュですね。のりちゃん一押し。一押しです。めちゃめちゃ美味しいです。自分の働いてるところの人が一番美味しいって言ってくれるの一番嬉しいよね。ね。ランチセット、はい、こちらですね。はい、バケットサンド、はい、こちらでお召し上がりですか。はいはい、あとパンスイス、パンスイスが一つ。あ、持ってた。お店の魅力っていうのはやっぱり落ち着いた雰囲気の中で安全安心なパンを美味しいものを食べていただけるっていうのが魅力じゃないかなと思います。私はもう前の店舗からのシェフのパンのファンでこちらに勤めさせてもらってます。シェフのこだわりがすごい伝わってもうたくさんの方に知っていただきたいっていうのがすごいあります。はい、私が、いろんなことを聞かさせてもらってすっごい勉強になって、ここで働くのすごい楽しくて、いつもそうなんです。来るのが楽しくて、働きに来てるというより楽しみに来てるはい、たくさん勉強させていただいてます。本当にスタッフに囲まれてね、あなたは幸せ者よ。脱サラでこうやってパン屋さんになられて、
苦労っていったところとかはあったんですか？多分この動画を見るパン屋さんとかパン職人さんから言わせたら、多分僕がやってることって何やっとんねん、こんなことしとったらあかんやろって言われるようなこともやってるかもしれないんですよね。でもそれは僕はそこを評価するのってお客様だと思ってるんで、お客様が美味しい、ここのパン美味しいよねって言われれば僕はそれで正解だと思ってるんで、別にそこに対して苦労というよりかは自分の納得のいく製法でやってきただけのことで、ただそのためにはいろんな講習会に行ったりとか、それこそ村田シェフに教えてもらった技術とかが礎としてあってのことですけどもね。